ようございます。今回はケンちゃんと香港に行きます。マカオね、マカオと香港に行きます。はい。3泊4日4泊5日になるのかな。まあ5泊1泊って感じ。そうだね。夜中着。今回もボンビー旅の始まりです。はい。めちゃめちゃ節約旅だから香港エクスプレスで今回は撮りました。でね、ちょっとハプニングが起きましたけれども、ハプニング。早速昨日の夜焦ったね。出発前日に焦り散らかすっていう、なんとかなりそうなんだけど、お金で解決できるというか。とりあえず今6時45分で飛行機の出発が9時25分だから、チェックインをまずしようと思います。はい。で、オンラインチェックインはもうしてあるんだけど、結局入ってから搭乗券を印刷してもらわなきゃいけないんだって。で、私たちそのハプニングの内容なんだけど、私たち一番安いウルトラライトみたいな運賃で往復買ったのね。で、3万7000円とかだっけ、6000円ね、そのぐらいだったよね、1人往復で。すごい安かったから飛びついて買ったんだけど、すごい引っ掛けがあって、荷物の持ち込み可能のサイズが 40×20×20 なの。そんなちっちゃいので行く人いるってね、なったよね。上の棚にあげることもダメなの、私たちの運賃だと。足元にそのサイズのバッグを置くことしかできなくて、で7キロ以下。私たちいつも乗ってる LCC は7キロ以下は一緒なんだけど、だいたい上には乗っけていいんだよね。そうで、それに気づかないで中に入っちゃうと、搭乗口で1万5000円ぐらい払わなきゃいけないんだって。その一番安い運賃で買ったけど、上の棚に荷物置きたいっていう人はオプションがないからできないっぽいんだよね。で、解決策としてはネットから預け手荷物のオプションを追加する。で、それがネットでやるといくらだったかな、6000円ぐらいだっけ、事前にやったら。48時間前じゃない。そう、出発の48時間前までだったら6000円ぐらい払うと事前にオプションつけれるんだよね、それが。それは普通の 56× 3点のは158センチとかだったかな、普通のサイズ、キャリーケースで。もう私たちはそれ間に合わなかったから、今からチェックインカウンターで預け手荷物用のお金を払います。プラスしてね。そう、その事前にやると6000円のやつが現地でやると1万1000円とかなんだよね。やばくない？もうさ、せっかく安い航空券でさ節約してるのにさ、思わぬ出費。まあしょうがないっす。このまま気づかないで中入っちゃってたら1万5000円とかだったから、それよりはマシなんだけど、高いよね。でも帰りもさ、そうしなきゃいけないから。気づかず行ってたらデカバッグ2個持ってたから、俺ら。そう今回事前に、直前に分かったからそうリュック1個にしてきました。ケンちゃんが今持ってる普通の、いつも私が持ってるリュックと、この身の回りにだけどね。なので、ハプニングがあるんですけれども、ちょっとチェックインしていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。チェックインできました。はい。足元に入れられるサイズよりこのリュック大きいかなって思ってたんだけど、それでなんだけど、チェックインカウンターのところにこういうサイズですみたいな紫のカゴがあったのね。その中に入ればいいって言われて、そうちょっとうるさくてすいませんね。そのカゴの中に入ればいいって言われて、ギュギュギュってやったら入ったから、 Under the seat in front of you っていうシールを貼ってもらいました。はい。で、こっちにも貼ってもらった。荷物
は今まで乗った航空会社10社ぐらいの中で一番厳しい。容赦ないね。運賃がそれによって違うから厳しくしなきゃいけないんだろうけど、みんな必ずどんなに小さなバッグでも上に上げるのか下に入れるのかっていうののシール貼ってもらってたね。でこの後ご飯ちょっともう一回食べるんだけど、プライオリティパスのカードで無料で食べれるご飯っていうのをまた別動画で今後出す予定なので、この動画ではもう搭乗口向かっていきます。はい、じゃあ行きましょう。乗り込もう。いざ96ゲートマジ遠かったんだけど僻地すぎる。一番奥。結構混んでるかもね。いやー結構混んでるね。みんな日本満喫して帰るんじゃない？そうだね。夜。日本人いなさそうだよ。全然日本語聞こえない。じゃあ乗り込みますか。はい。初香港エクスプレス。漂流して突してる。Passengers and flights will be arriving to Hong Kong shortly. Our landing time will be in the morning 12:45. Nhập高於12萬港元嘅現金類物品進入香港，需要填寫申報表，並使用紅色通道向海關人員申報。如有需Any traveler arriving more than 120,000 Hong Kong dollars must fill in the declaration form. And the declaration form can get it from the web channel.なんかあっという間に着いた感じした今回。寝れたからね。もうすごい爆睡でした。あれここで待機してる人もいるけど。今飛行機降りてからバスでここまで来て、バス長かったよね。なんかバス長い。5分以上乗ってたよね。うん。で巨大なエミレーツの飛行機があったね。でかすぎ。で本来なら香港に入る人はこの逆サイ、ちょっと映せないかな、よくないかな、フラットだけなんだけど、私たちは今日マカオに行くので入国審査はせずに中で待機する感じになります。でバスとフェリー行き方あるんだけど、フェリーは朝が8時からだったかな、なので、5時ぐらいから動き出すバスで行きます。はい。世界最長の橋を渡って、ね、なので一旦待機なのかな。一応マカオって書いてあるから、これに向かって行けばいいのかな。ということでさっきのところからもうすぐそばだったんだけど、これがバス乗り場、バスのチケット売り場です。はい。まだ開いてないけど今深夜1時半とかで、なんか私たちがネットで調べた時出発朝5時とかがあったと思うんだけど、電光掲示板一番最初のやつ8時半になっててないのかなって感じですぐ横、こっち側がフェリーの受付なんだけど、そっちはもう電光掲示板すらついてないから出発時間が全然わかんないね。まあ、とりあえず待ちましょう。ちょっと調べてみます。はい。 There is only bus to Macau right now, right? No Yeah, ferry. the next one is 8:30. 8:30. The first one 8:30.
No check-in baggage. 預け荷物ないの？それだけ？ いや違う Is there any ferry to Macau too? No? I'm so sorry. Today no ferry Ah, from no. Hong Kong. Usually they have? If you want to take the ferry, in this moment only in downtown. あー、OK, OK, that's alright. で、次のバスは8時半だって。なんか調べた時5時半とかあったんだけどな。変わっちゃったのかな。一番早くて8時半。ということでチケット買いました。はいだというかもらいました。はいで今はキャンペーン中で、なんかもともと7月末まで無料のキャンペーンっていうのがあって、それが香港に来てそのまま乗り継ぐ人は乗り継ぐバスかフェリーが無料になるっていうやつだったんだけど、今日はマカオ行きのフェリーは運航してないということでバス無料でゲットしました。はいこれですね。ディズニーランドみたい。マカオ。このキャンペーンは一応香港市内からマカオっていうのも乗り継ぎじゃない場合でもやってるらしいんだけど、なんか先着順で枚数がすごい少ないんだって。だからどうせマカオに行こうって思ってる人は、まあ飛行機の時間にもよるかもしれないけど、入国審査せずに制限エリア内でとどまってそのままフェリーかバスでマカオに行くのがこのキャンペーン中はお得だと思います。はいじゃあ8時15分にゲートって言われたあと2時間あるんだけど、コンセント探す。そうだね。充電がやばいからはい、コンセント探しに行きましょう。あとそうチケットの買い方としては別に無料のやつが欲しいとか言わなくてもパスポート見せたらもう手続きしてくれてて、無料って聞いたら無料って言ってました。はい行こ行き方はそこのう。あ、行き方？あ写真に左って言ってました。写真に撮ったんで僕がそれ載せますね。左です。はい日本語喋ってた。うんじゃあ行きましょう。お腹すいた。お腹が空いたので食べます。はいここはなんすか？ここはね、到着エリアの到着ロビーの制限エリア内にある唯一のレストラン。はいみんなおかゆとかインスタントヌードル食べてる。本当はねプライオリティパスで使えるところが入国エリアのところ、入国ロビーのところにあるんだけど、私たちはそっちに行けないので払います。悔しいです。じゃあ買ってきますか。はい頼めたんだけど、なんか上に書いてあるメニュー表のアルファベットで言ったのね。そしたらお店の人の手元にあるメニュー表と番号が違かったみたいで、違うもの、全然違うもの来ちゃってお肉だったのね。で、お肉じゃないって思って、あ、魚のやつが欲しかったんだけどって言ったらはぁって言いながら帰ってくれたの。だけど持ってきて気づいたらトーストもない。パンの代わりに変な大根大根餅。でもこれはあってる。もともと頼もうとしてたのはこのフィレとこれとトーストだったんだけど、まあいい。まあいいよ。せめてものよっしゃってことです。結構がっつりカツ。タラみたいな感じだ。フィッシュですフィレオフィッシュです。湯気出てるよ。熱々だ。いただきます。うん、おいしい。結構美味しい。うまい。うん、熱々。じゃあささっと全部食べちゃいます。これはランチョンミートみたいな。ちょっと英語わかりません？ソーセージ。ソーセージ系だね。ソーセージの匂いだ。癖あり。食感がねちょねちょ。
ちょっとでレバー系なのかな。あ、そう、あのトーストがいいなと思ったんだよ。学びました。今度から数字確認します。次大根餅みたいな。あ、これ美味しい。魚の味がする。なんか大根餅じゃないんじゃない？なんじゃろな。私が食べたことある大根餅ではないな。すり身みたいな感じ。味付けは全部美味しい。グッド。香港のお金は日本円に換算するときはかける2して0足すんだよ。これ47だったので、ドリンクがセットじゃなくて3だったの。え、あれ絵にあるだけでセットにドリンク入ってなかったの。そうなんだ。こう身が立ってる。 30？ 3？ 33？ 3？あ、 3だけど。 60円、60円、60円らしいです、これコーヒーじゃあ全部で50。47と3。3で50。アイスコーヒーもさ、アイスコーヒーじゃなくないって思ったんだけど。いや甘くないよ全然。なんで？ミルク入ってない？入れてないよね。どこにあんのミルク。だってなんかほら最初から、ねはい、ね人を疑うのよくないです。疑うとかじゃなくて、アイスコーヒー頼んでこれ出てくるっていう驚き。いや、入ってんだ。え？フレッシュミルクみたいなの入ってんだ。いやそれは入ってるでしょ。だって色見てよ。これ入ってるに決まってんじゃん。入ってなくて。入れた？黒いコーヒー飲んで入ってんなっていうならわかるけど、これ絶対入ってるだろ。これ見て、だって私頼んだのアイスコーヒーだ。これ見て、入ってんのでおかしいだろ。絶対入ってんだ。この色してる、この色、入ってないわけないの。絶対入ってる。おかしい。すみません。これは入ってます。いやコナンみたいに言ってきてさ。入ってます。あ、分かった。イギリス領だったからミルクティーの文化なんじゃない？そうなの。イギリスはミルクティーなの。アールグレイティーとかさ、ティーラテとかある。なんかわかんないことあるからみんな乗り方大丈夫だよね。結構分かりやすいと思う。飛行機着いて降りてみんなの流れに沿って歩いたら、みんなはそのまま入国審査のところに並ぶんだけど、イミグレにイミグレーションに並ばずにすぐ後ろの免税側の方に歩くと、もう1分もすれば着く。このフェリーチケットカウンターがね。チケットがでフェリーとバスは隣同士だし、隣同士ほぼ。はい、じ分かりゃあやすいと思う。回しますか。はいはい。あ、あれ。Thank you。はい。乗り場一緒なんだね、フェリーと。ということで、今8時5分ぐらいかな。8時5分。チケット見せたらそのまますぐ入れました。で、バス乗り場まで向かいます。はい。エスカレーター早めだね。今回もタイとタイが一番早いんだよ。やばかったマジで。ちょっと怖さあるもんね、あれ。早すぎる。タイと日本の間ぐらいだね。そうだね、タイと日本のちょっと速いエスカレーターたまにあるじゃん。そのぐらいじゃない。電車に乗ってい
た。4ドアしかない。短いね。 1両じゃん。来た。すごいなんか面列車即将到達。The train is approaching。これでどこまで行くの？列車即將到達。やばくない？降りるとこなくね？大丈夫？白いしかないんじゃない？でも乗ってる人いたらおかしくない？ワンストップでいいんだ。はい。乗りました。はい。どこへどこへあ、これだ。あ、スカイピアターミナルってとこに行けたね。1個。なんで乗ってた人がいたのかちょっと不明だよね。先。過海天津轉大樓前往內地及澳門。ずっと行ったり来 To た the りして。 South Pier Terminal to the mainland. 電車降りてエスカレーター上がったらこんな感じです。すごいよ。何のアナウンスもないのに何番行ってくださいとか自ら言ったんです。他にも番号書いてないし。ここ見たぞ俺。ここで荷物預けてる人は取るんだよ。ああ、そうなんだ。うん。これ YouTube で勉強しました僕。荷物預けてる人って飛行機に？飛行機。ここから出てくるの？ここで受け取る。だって受け取るとこ一回もなかったでしょ今まで。そっか。じゃあその時からマカオに行くって言わなきゃいけないってこかもしんないよね。と？だって普通に出てきた人は来ないもんね。来ない。何？荷物があるかを確認されて、あ、ないんだみたいな。待機。はい。5分前入りました。はい。席は決まってんのかな？決まってないと思う。決まってない。ん早いもん順。早いもの順かな。はい。Thank you。セキュリティがすごいね。何個も通るよね。ね、何個も取るね。会社みたい。あ、すごい湿度。あもわっとしてる。暑いね。今日は香港34度だって最高気温。あらそう。で、湿度が80。 80だったね。あ、見たことあるね、これ。はーい。乗ります。ドアから前目が無事乗れました結構空いてるね。ね。多分1時間かからないぐらいだと思う。バスは私たちはそのキャンペーンで無料だったんだけど、普通に買うと多分3000円しないぐらいかな。片道。うん、前売りクルックっていうアプリからバスの予約もできたんだけど、それが2930円ぐらいだったかな。うん。でフェリーが3300円ぐらいだったから、多分若干フェリーの方が高いかなぐらい。でも今日みたいにフェリー運航してないとこだと困っちゃうから、やっぱ事前にね調べた方がいいけど、ちょっとね事前に調べづらいんだよね。顔がおかしくなっちゃ結構いろんなサイトで調べたんですけど、結論5時半ぐらいのバス出発のものがあると思ってたんだけどなかったし、フェリーも今日は運航なかったし、結構トリッキーだね。めっちゃプラン通りに進めたい人は
ちょっと大変だねこれ。大変だ私たちは香港にはまだ入国しておりませんので、マカオで入国する感じになります。はい。じゃあ乗っていきます。この橋はコージュオー大橋って言って、香港とマカオとコージュっていうまた別のところをつないでる橋で、世界最長なんだけど、2018年の10月24日にできたばっからしいです。まだ6年。それまでは船しかなかったの？そう、なんか乗り換えが必要だったんだって。乗り換え？なんだ？フェリーフェリーの乗り換フェリえ。ー乗り場まで行って、そこからフェリー乗んなきゃいけないから、すごい時間がかかってた。この橋は一般車両は通れないから、いつも混むことはないらしい。それもいいよね。なんかバスだとさ、混むかなって思うけど。じゃあスイスイ関係車両しか通れないと。あ、そう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 それはそれで収益とか大丈夫なのかね。売り上げとかね、一般車両入れなかったら。でもやっぱりさ、カジノで行く人いっぱいいるんじゃない？マカオに。まあそうだね。以上ですか？道がさ、コンクリートだからさ、はい。滑らかだよね。なんていうの？出来たてのコンクリートだからさ、ガタガタはしない。全然しない。あとこれ電気って言ってなかっあ、そうなの？た？ EV。ウィーンって言ってるね。そう。だから電気自動車のバスへで YouTube で勉強しました。ー、すごい YouTube で勉強するじゃん。Oh my god の暑さ。これね、みんなに見せてあげたいんだけど、そこにね、浮き輪みたいなのが入っててね、このジャケット。見た目からは分かんないんだけどさ。で、ここのポケットになんとストローみたいなのが入ってるの。これ膨らますと、ここが膨らんで、いつでも首枕で作れる。ネックピローですね。そこだけ日本語になっちゃったネックピローになるの。概要欄に貼っときますか。見て。今から入国審査ですか？そうだね。おそらく。今バス35分で着いた。超近かった。100キロぐらい出したよ。そんな早く感じなかった。交通標識が100キロだっあた。でバス降りたらお姉さんがこっち来てって言って、ここだね。はい、じゃあ入国していきますか。はい。何にも聞かれず無事通れました。はい。険しかったね。パスポート投げられたからね。私も。スンって。なんでやっぱああいう態度してちょっと圧かけてんのかな。大体そうだよね。みんな怖いよね、大体。みんなああいうなんかはぁみたいな感じのオーラ出してるよね。ハローとか言っても帰ってこないもんね、大体。でさ、私がさ、必要かなって思ってボーディングパスとさ、バスのチケット挟んじゃったんだけど、やねえよ。あ、そう、俺のは全然挟ったの。やねえよって言って最初返された。ゴミのように。まあ無事入国ということで、マカオです。はい初マカオ。楽しみだ。はい、こここかこかららはね、市内に向かうバスはなくって、ホテル行きの無料バス、シャトルバスがいくつか出てるんだって。で、私たちは今回パリジャンっていうところに泊まるので、そのシャトルバスに乗って市内に行きます。はい。で、そのパリジャンとかリスボンだっけ、なんか有名どころ、ベネチアンとか、泊まらない人でもそれ乗っていいんだって。
だからタクシーとか公共交通機関使わないでもそのシャトルバス乗っちゃって大丈夫だと思います。はい、じゃああれかな。そうじゃない、バスって書いてじゃあバス探していこうか。ある。はい。ちなみに今回 SIM カードは香港とマカオ両方使える eSIM をクルックのサイトから事前に買いました。で3日間で1日1ギガハイスピードで使えるやつでなんと600円でした。激安で、その1ギガ過ぎても一応無制限でスローだけ使えるみたいなので、それでいいかなっていう感じです。もしよかったら詳細貼っておくので見てください。はい。割引も使えます。あれじゃない？ツーリストホテルシャトル。あ、そうだね。あ、カジノシャトル。ホテルシャトル B。そうだね。 B か C ですね。じゃあ B に向かって。あった。パリジャン。ピンク。あれだ。奥だ。一番奥。ピンク。パリジャン。你要去哪里？巴黎人是吧？はい。B の16かな。行くよ。出てきてすぐだね。出てきてすぐ。綺麗。さすがパリジャン。着きました。はい。なんかパリジャンですって言ってたけどアナウンスでホテルベネチアン多分つながってるからここから行けるってことなのかな。おそらく。ここにするかパリジャンにするか迷ってちょっとだけ安かったパリジャンにしたんだよね。うん。じゃあ入ってみよう。だいぶ長めっすね。何だったんだろうね。パリジャンって言ってたけどね、確認したら。パリジャンのバスなのにベネチャンで降りる。でなんかつながってるんだけど結構歩くんだよね。結構地図だとね離れてる。だいぶね。今中歩いてます。あ、涼しいからいい。じゃあもう少し歩いていきます。あった。すごいパリっぽフランスっぽくなってる。私たちが泊まるパリ人ホテル。結構さ、施設内エアコンガンガン説濃厚になってきたね。寒いね。面白いね、フランスじゃん。なんか荷物は無料で預けられて、チェックインするときにこの引換券渡せば部屋まで届けてくれるみたい。じゃあこの動画はここまでで、次の動画から1日目マカオ1日目っていう感じになるので、はい。来週お楽しみにしていてください。はい。ではこの動画が参考になった、面白かったって方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。はい。ではまた次の動画で。はい。バイバーイ。